皆さんこんにちは、ちゃんパパです。今回はね、以前からすっごい気になっていた GMK テックさんの Ryzen 7が搭載されたミニ PC、MacBox K12 のね、開封から外観、内部構造のチェック、スペック解説にゲーム、AI、動画編集の性能検証、そしてね、価格やサイズ感まで実際にね、使ってみたリアルな感想をお伝えしていく動画となっております。はい、こちらが今回紹介する GMK テックさんの MacBox K12 となります。外箱は結構しっかりとした作りで意外に重たいんですよね。ちょっとね、あまりにも重たいんで外箱の重さもね、測ってみました。なんとね、2キロちょいという重さになりました。片手で持つにはね、ちょっときついかなという感じでした。それでは早速開封していきたいと思います。それではオープン。中の方はね、思ったよりもシンプルに収まっていました。まずはね、この GMK テックさんのロゴの入った封筒のようなもの。中はね、日本語にも対応した説明書が入っていました。とりあえずね、外箱から全て出していきたいと思います。まずはね、一つ目の箱から見ていきます。こちらね、AC/DC アダプターですね。入力は100から 240V 対応で、海外でも使えるユニバーサル仕様になっています。そしてしっかり PSE マークも入っているので、日本国内でもね、安心して使えますね。次にもう一つの箱。これはベサマウント対応の金具みたいですね。そして電源ケーブルと HDMI ケーブルが入ってますね。付属品は以上となります。こちらが本体になります。マットブラックの個体にね、斜めのラインが入ったね、シャープな感じのデザインですよね。左上にはね、Ryzen 7とラデオンのステッカーが貼られていて、性能面の安心感も見た目から伝わってきますよね。それじゃあまずは前面ポートから見ていきます。左から順に CMOS のクリアスイッチ、USB-A の 2.0、USB-A の 3.2 が2個、USB-C の 3.2 が1個、そして最後に 3.5mm オーディオジャックもついています。続いては背面ポート。左から順に DC イン、3.5mm オーディオジャック、続いて HDMI2.1 とディスプレイポート 1.4。どちらもね、高解像度で高リフレッシュレートに対応していて、最大ね、4画面の同時出力も可能ということのようです。そして USB-C4.0、最大ね、40Gbps の超高速転送に対応していて、映像出力や充電もこれ1本でこなせます。隣にはね、OCU リンクポート。PCI Express のね、Gen 4に対応しているので、いわゆるね、グラフィックボードを外部接続できる拡張端子になります。その次が USB-A の 2.0、USB-A の 3.2、最後にね、2.5Gbps 対応の RJ45 ポートが2つ。最大ね、2500MB/s の転送速度で安定したネット環境や高速転送が可能で、サーバー用途にも耐えられる性能ということのようです。このサイズでね、これだけのポート数があるって結構すごいですよね。それではね、ドライバー一つで中にアクセスできるということなので、早速分解していきたいと思います。まずね、裏面のゴム足がネジになっているので外していきたいと思います。4つのネジを外すとカバーが横にずれ、ファンの本体が露出するようになっています。反対側の RGB ファンもこんな風に丸見えになりました。続いては左右から固定してあるプラスのネジを外していきます。私はね、結構普段からジャンク品をいじってますので、こういった作業はね、結構好きなんですよね。それではオープン。ちょっとね、これじゃ見えにくかったので置き直していきます。まずはね、メモリー。DDR5-5600 対応のスロットが2機あり、最大 128GB まで拡張可能ということのようです。実際に搭載されているのはこちらになります。TWSC 製というね、ちょっと聞き慣れないブランドの DDR5 のメモリーでした。16GB が2枚で合計 32GB 搭載のモデルになります。ストレージはね、このコンパクトなサイズになんと M2 スロットが3個もあって、すべてね PCI Express Gen 4に対応しているみたいです。4連接続が1機に2連接続が2機となっています。そして搭載されている SSD はですね、クルーシャルの P3 プラス Gen 4 NVMe ということで、最大読み込みが 5000MB、書き込み 4200MB のモデルになります。ヒートシンクはね、やや厚みがありますけど、放熱性に関してはちょっとね、過度な期待はしない方がいいかと思います。この SSD はね、マイクロン製の176層の QLC 難度を採用していて、耐久性はね、220TBW となっています。ストレージ用途やね、ゲームなら十分な性能でコスパも高いモデルだと思います。
。ただしね、QLC なんでね、動画編集みたいに長時間の連続書き込みでは性能がね、落ちやすい点には注意が必要かもしれません。それでは少し長くなってしまいましたが、早速ね、起動してみたいと思います。まずはね、BIOS の画面から見ていきたいと思います。搭載されている CPU が AMD Ryzen 7 255with Radeon 780M グラフィックスとなっています。そしてその下の方にあるパワーモードセレクトというのを選択すると3段階の TDP モードがあり、 35W のクワイエットモード、 54W のバランスモード、性能重視のパフォーマンスモードでは最大 70W へ切り替えることができます。またね、この画面ではメインメモリの一部を最大 16GB までね GPU に割り当てることができるんです。ですがね、その分システム側のメモリが当然減ってくるので、搭載するメモリ量によってはね、システム全体のパフォーマンスが低下したりとかね、OS が安定しなくなったりするリスクもあります。それではですね、初期設定なんかも終わりましたので、まずはね、タスクマネージャーを確認していきたいと思います。この Ryzen 7 255はね、しっかり8コア16スレッドで動作していることがわかりますね。L3 キャッシュは 16MB で、ハイエンドのね、大容量キャッシュモデルと比べると控えめとなってますが、普段使いやね、軽いクリエイティブ作業には十分な構成かと思います。それではね、ついでに CPU-Z の方も確認していきます。この Ryzen 7 255は全方アーキテクチャを採用した CPU で、製造プロセスはね 4nm、ベースクロックは 3.8GHz、最大ブースト時は 4.9GHz となっています。デスクトップ向けで言うとね、Ryzen 5 7600や Ryzen 7 7700と同じ世代にあたるかと思います。次は GPU-Z を見ていきます。このモデルは内蔵 GPU として Radeon 780M を搭載しているのが特徴です。RDNA3 を採用し、動作クロックは最大 2.7GHz。内蔵 GPU としては高性能なモデルで AF/MF2.1 へも対応しており、ゲーム側がね対応していればフレームレートを大きく向上することが可能です。おそらくはね、フル HD ゲームや動画編集、軽量な AI 処理などはそこそこ快適にできるのではないかと思います。それではですね、実際にベンチマークを試していきたいと思います。まずは定番のシネベンチ R23。シングルスコアは1698で Ryzen 9 5900X や Ryzen 5 8400F と同じくらいとなり、この時の CPU 温度は最大68度となりました。続いてマルチスコアは 16668 で Core i5 14400や Ryzen 5 9600X と同じくらいとなり、温度はね最大で94度まで上がりました。結構温度は上がりましたが、これはね CPU に 100% の負荷をかけ続けるベンチマーク特有の状況なので、普段のね使用ではここまで温度が上がることはほとんどないかと思います。ここまでの結果としてね、シングルはハイエンド級ですし、マルチは最新の i5 クラスとなると、普段使いからね重めの作業までかなりね期待が持てる CPU ではないかと思います。ここでライセンスの状態も念のため確認しておきます。中華系のミニ PC では稀に非正規のね Windows が使われているケースがあるんですよね。OEM/DM チャンネルによるマイクロソフトの認証を受けた正規ライセンスが適用されているみたいですね。続いてはストレージの速度を見ていきます。クリスタルディスクマークの結果では、総検シャルリードが 4800MB でライトは 4700MB。 公式のね交渉値通り高速なスコアが出ました。ランダムアクセス性能も高く、耐久性を除けば OS やアプリの起動はもちろん、動画編集やゲームのロードも十分な性能かと思います。それでは次にね、クリエイティブ用途としてダヴィンチリゾルブでの 4K 動画の書き出しを試してみたいと思います。結果は10分の 4K 素材を約11分で書き出しすることができました。エフェクトをねほとんど使わなければですが、ほぼリアルタイムに近い速度で書き出すことができました。プレビューもねサクサク快適でカクつきもなく、動画編集用としてもね十分実用的な性能を発揮してくれる印象でした。さらに最近注目されている AI 画像生成についても検証しました。今回は Amuse V3.1 を使い、ステーブルディフュージョン系のモデルを動かしてみました。私の環境では 512×512 サイズの画像を約 1.5 秒で生成できました。Ryzen 7 255には NPU が搭載されていないため、この速度は主にね GPU や他の要素に依存しての結果になります。このスピードならね SNS 用の画像やサムネイル作成、スケッチ的な使い方にかなり便利だと思います。ただし本格的な高解像度の AI アートを量産したい方にはやや物足りないかもしれません。それでは次にね、実際のゲームを想定したベンチマークを見ていきます。解像度はフル HD、FF14、15のベンチマークに加え、3D マークのタイムスパイ、ストリートファイター6、そしてモンスターハンターワイルズもテストしていきます。それでは各タイトルのベンチマークの結果を見ていきたいと思います。まずは FF14。
標準品質ではスコア6580でやや快適、高品質では5599で普通、最高品質では3865となり、設定変更推奨と表示されました。続いて FF15。軽量品質が4995でやや快適、標準品質は3877で普通、高品質では2745となり、やや重いという結果になりました。ストリートファイター6ではハイエスト設定で平均 FPS は29から40、スコアは40となり設定変更が必要。ハイ設定では 30fps 前後でスコアは50となり、こちらも設定変更が必要。ノーマル設定でも30から 50fps でスコアは60でしたが、設定変更推奨となりました。モンスターハンターワイルズはフレーム生成オンの状態で検証しました。グラフィックプリセットコーではスコア5776、平均 FPS は33で設定変更が必要となりました。中では6930、平均 FPS は40で同じく設定変更が必要。低ではね、8847となり、平均 FPS は51で設定変更推奨というね、表示が出ました。最後に 3D マークのタイムスパイ。グラフィックスコアは2946で CPU スコアは11217、総合スコアは3312という結果になりました。ということで、ここまでのベンチマークの結果を総合的に見ると FF14 の標準画質程度なら遊べますが、 FF15 や最新タイトルは設定を落としても快適とは言えません。 3D マークの総合スコアも3312とローエンド水準で、重量級ゲームにはちょっと力不足。おそらくそれを補う手段として OCU リンクポートが用意されているのかと思われます。では実際のゲームでどれぐらい動くのか、軽めのタイトルから最新の重量級までいくつかプレイした結果を見ていきます。まずは比較的軽めの原神から。画質はね、最高設定にしていますが、フレームレートは平均しておよそ 60fps。 この結果ならね、快適にプレイできると言ってもいいかと思います。続いては何かと話題の名調。こちらはグラフィック優先、バランス、パフォーマンス優先、そしてウルトラパフォーマンスと4つのモードに切り替えることができます。今回はバランスモードでテストしたいと思います。結構ね、動きの速いゲームなので、よく言えばね、120fps は欲しいところではありますが、平均フレームレートは約80でしたが、思ったよりもヌルヌルと動き、これならね、十分快適にプレイできていると思います。続いてはマーベルライバルズ。こちらは画質をクオリティモードに設定していますが、平均フレームレートは70から 80fps ほどで、遅延もなくね、快適にプレイできている印象です。さらに AF、MF2 をオンにすると、平均でね、120fps 前後まで伸ばすことも可能でした。次にフォートナイト。こちらはベンチマーク専用の島でテストしました。左は DirectX 12で、右はパフォーマンスモードになります。DirectX 12が平均 90fps で、パフォーマンスモードが平均すると 160fps ほど出る結果となりました。続いては Apex Legends。設定は初期のままで目標 FPS だけ0にしています。まずは射撃訓練場でテスト。通常時のフレームレートはおおむね100前後で、遅延もなくね、快適にプレイできている印象です。ただし、アルティメットアビリティを使用した際は、一瞬で 55fps まで落ち込みました。なので、エフェクトの激しいシーンでは注意が必要かもしれません。そして最後に紹介するのは超重量級シリーズの大作、モンスターハンターワイルズ。低スペック PC だとポリゴン化してしまうなんて話題もありましたが、実際にはね、特にそういった現象は見られませんでした。そこで今回は比較的借りやすいグラビモスに挑んでみます。今回はグラフィックプリセットを高に設定しました。戦闘中のフレームレートはおおよそ30とね、とても低い数値になっていて、全体的にもっさりとした動きでね、ギリギリなんとかプレイできているといった印象です。ここで AF-MF2 をオンにすると、平均フレームレートは60まで上昇しました。ただ、それでも操作感は重くて、タイミングよくね、傷口を狙うのはかなり厳しいと感じました。なお、プリセットを中や低に設定すれば動作が軽くなるんですが、その分ね、画質が大きく落ちてしまうんでね、今回は割愛したいと思います。はい、というわけで今回は GMK テックさんのミニ PC、MacBook K12 をレビューしました。実際にね、使ってみた感想としては、CPU 性能は最新の i5 クラスで、普段使いや動画編集、軽めの AI 生成には十分対応できるレベルかと思いました。ただし、最新の重量級ゲームを快適に遊ぶにはやや力不足。
設定を落とせば遊べますが、本気でやるなら外付け GPU のね OCU リンクを使った方が良いと思いました。価格は Amazon で7から9万円で販売されていて、Ryzen 7 8745HS を超える性能をこのサイズで実現しています。最大 64GB メモリに 1TB の SSD と選べる構成も用意されているので、価格以上の満足感が選べるミニ PC なのではないでしょうか。小型 PC でデスク周りをすっきりさせたい方、動画編集や AI 生成をそこそこ快適にこなしたい方、普段はライトなゲーム中心で必要に応じて外付け GPU も検討したい方、こういった方におすすめできるモデルだと感じました。逆に最新の重量級ゲームを快適に遊びたい人や 4K 以上の本格的な AI アートを量産したい方にはちょっと物足りないかと思います。販売先やスペックのまとめを動画説明欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。